通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、以前もお伝えしましたレゴの中古販売チェーンによるスターウォーズコレクションの窃盗疑惑騒動からの話題になります。あれからもですね、この騒動収まる気配を見せておりませんで、もうただただ悪化の一途をたどっていると、そんな状況になっています。この話題ね、その後の展開気になっている方も多いと思うので、本日は現状これがどのようになっているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、以前こちらの動画でお伝えしました。アメリカのね、レゴの中古販売チェーン、これ、ブレックサンメディフィックスと言いますが、ここが現在ね、非常に貴重なスターウォーズのコレクションを盗んだのではないかという疑惑をかけられているんですね。で、これを追求しました一人の YouTuber がいるんですが、現在彼ね、大変なことになっているようです。まずは早速最新の状況ですね。レゴ再販店、ブレックサンメディフィックスについて語り続ければ、自分は刑務所に入ることになると YouTuber のレックレスベンが語る。YouTuber のベンは自身が現在、レゴの再販店、ブレックサンメディフィックスの調査を法的に禁じられており、もし続ければ刑務所に入ることになると主張している。彼は私の最後のメッセージと題した短い動画を公開。ブレックサンメディフィックスをめぐる現在の状況について直接語った。その中で自分には電子的に裁判書類を送達され、その内容には会社について投稿したり話したりしてはならず、そうすれば直ちに刑務所行きになると書かれていたと述べている。ということでね、今回こちらでは何が起こったかと言いますと、まずこちらですね、以前ご紹介しましたレクレスペン。つまりは無鉄砲な弁ということなんですが、2分足らずのですね、非常に短い動画、私の最後のメッセージ、これを投稿しました。ここではね、何が語られているかと言いますと、まずこの彼ですね、店舗名を言うことも禁じられています。この中では一貫してミステリーカンパニーと、このように言ってるんですね。というのも彼はですね、裁判所から会社に関連する発言というのを禁じられたということで、これを発言することで、自分とね、その仲間が刑務所に入れられてしまうんだと。で、普段であればね、こんな脅迫にはひるむことはないんだけど、自分の友達の生活がかかっているので、それをすることができない。で、現在ですね、パート3が完成したそうなんですね。かなり苦労して作ったということなんですが、この裁判所命令により、パート3が公開できない状態にあると。これはね、ちょっとぜひね、公開してもらいたいものですが、もしですね、これに違反した場合は、現在ね、オンラインでかなりの寄付が集まっているんですが、それらも全て差し押さえられてしまうそうです。6月4日、私たちがブレックサンメディフィックスのレゴ騒動を取り上げた時、この話は収束に向かっているように見えた。本部側は委託販売者に損失を保証する提案をしており、静かに和解へ向かうようにも思われた。これが以前お伝えしていた部分ですね。しかし、そうはならなかった。事態はさらにエスカレートしたのだ。で、現在ですね、この店舗を経営しているバムという会社、ここにあるんですが、YouTuber のベンと、なんとですよ、この店舗に託した被害者、ブライアン・マンセル氏を130万ドルで訴えています。この会社ですね、このマンセル氏にね、失われた分はね、保証する用意がありますよ、と言いながら、訴えてるんですよ。これ大体ね、2億円です。通常であればね、会社というのはその体裁というのを気にして、スラップと思われるような訴訟も起こさなかったりするでしょ。もうね、関係ないんですよ、今この会社。行くとこまでエスカレートしてしまって、なりふり構わず相手を潰しに行ってると、こういった状況になってしまってるんですね。で、そこでね、非常にクセ者と言われているのがね、このブレックサンメディフィックスの CEO、アモン・マクネフ。これはね、以前もお伝えしましたが、この彼ですね、様々なメディアに登場しておりまして、FOX なんかも出てましたね。現在ね、ダメージコントロールに乗り出していると。なんですが、もうね、会社の体制がこんなんなんで、支持者いません。本当に。喋れば喋るほどボロが出ておりまして、もう本当にね、我らが親善大使、レイチェル・ゼグラーさんを思わせるほどの PR ディザスターと言われてるんですね。で、現在ですね、なんでこんなにメディアに積極的に出ているのかわからないと言われてるんですが、弁護士止めろよと。もう本当にひどいことになってるんですね。で、先日ね、こちらに見えておりますが、これね、コフィズィラというね、466万人ですよ。この方ね、YouTube 探偵と言われておりまして、様々な騒動を検証していくと、そういったチャンネルなんですね。で、この中で、この CEO と、店舗の前オーナーですね、追い出されちゃったオーナー、この両方に話聞いてるんですよ。で、今回のね、こちらの動画では、これね、全員が一箇所に集まって話をしてるわけではありません。コフィズィラが別々に話を聞いてるんですね。で、この双方の言い分、たびたび食い違います。なんですが、この中でね、一点、ものすごく大きく食い違う部分がありまして、これがですね、現在、様々な議論を呼んでいると。こういった状況なんで、ちょっとこの辺ね、詳しく紹介しますね。で、まずね、こちら、UFO と言いますが、これね、トラックのレンタカー屋です。今回ね、このトラックを
借りたのか借りなかったのかで、双方の意見がまず分かれます。まずね、こちらゴーマン夫妻が言っているのは、2024年11月14日、この日が、この夫妻がね、店を追い出された、あの日となっているんですが、この時にね、自分たちを追い出したオーナー、このトラックに乗ってきたと言ってるんですよ。で、この日に、スターウォーズのコレクションがどこかへ行ってしまってるんですね。そうすると、一気にこの新オーナー怪しくなってきますよね。なんでトラックで来たのって話じゃないですか。何を積むためだったんですかっていう話になってしまうんですよ。するとね、この動画の中には、マシュー・マクネフという人物も出ておりまして、これはね、先ほど言いました CEO のアモン・マクネフのお兄ちゃんです。つまりここを運営している会社というのは、この2人で共同経営してるんですね。で、彼がね、会社の代表として、あの11月14日、オーナーたちはね、普通のレンタカーで行ったのであって、トラックは使っていないと。で、信じられないなら、当時のね、駐車場の写真とか、全部確認してくれと言うんですよ。で、絶対にU-Haulを借りてないと。双方で完全に主張が割れるんですね。ただ、このコーヒーゼラ、一点気になることがありました。それは、元従業員と名乗る男から、この日ですよ、11月14日、別の店舗で、その新オーナーがね、この U-Haul のトラックに、スター・ウォーズのコレクションを山盛り乗せてやってきたと。で、その時にこのオーナー、前オーナーのゴーマン氏ですね。これ女性の方、クリスタルというんですが、クリスタルがコレクションを全部持って、国外逃亡したと言っていたと。まあでもそれもおかしな話ですよね。だってトラックにそのコレクションを山盛り乗せてるにもかかわらず、クリスタルがそれを海外に持ち逃げしたと言っていたと。で、そのコレクションを下ろすのにね、4時間かかったと言ってるんですよ。つまり、この元従業員もゴーマン氏も、この11月14日に U-Haul のトラックを見たと言ってるんですね。そこでこのコーヒーゼラ、徹底的にね、その当時の写真というのを調べます。なんですが、これね、ほとんどの写真が夜に撮影されており、店舗内から駐車場を写している写真が多いんですが、明るいところから暗いところを写してるんでね、反射してガラスの外の風景見えないんですね。なんですが、とある1枚の写真の照度を上げていきますと、この11月14日、店舗の駐車場に U-Haul のトラック止まっていたんですね。嘘だったんですよ。これ止まってた。で、当然ね、このコーヒーゼラというのはこの証拠を会社側に突きつけるんですが、するとガラリとこの話が変わります。この弟が出てきてですね、実はその元従業員というのは問題を抱えていた従業員だったと。その彼が見たという U-Haul というのは別の日の別のコレクションの話だと。で、彼は11月14日とそれを混同している。このように主張を変えました。もともとはトラックに乗っていかなかったって言ってたんですよ。全然別の話になっていくんですね。まあ、当初からね、先ほども言った通り、この CEO というのは、クリスタルがね、コレクションを持ち逃げするのではないかと、過去の経歴からそう疑っていて、監視していたそうなんです。で、今回の店舗の買収をするにあたっても、その新オーナーらはね、近くにキャンピングトラックを置いて、この買収の準備をしていたというんですよ。で、そのキャンピングトラックを牽引するために、11月14日、U-Haul を借りました。こういった話になっていくんですね。で、結局ですね、この動画ではその件ね、どうなったかと言いますと、会社側ね、このトラックを借りた時の契約書を提出するんですね。で、お店にいた時の写真、そして最終的な走行距離を写したという写真、これを提出しまして、この間が約3時間だったと主張しました。で、その元従業員というのは荷物を完全に下ろすのに4時間かかったと言っていまして、移動時間を含めても、その話の整合性が取れないという形で結論付けられることになります。なんですが、現在ですね、ネットでのね、解析というのが進んでおりまして、実は先ほどの動画で、この時の契約番号と、あと契約している人物、これ全部分かってしまうんですね。そうすると、この時の詳細な内容というのが、誰でも閲覧できちゃうんですよ。つまり、会社側が提出しなかった返却時間が記載された領収書というのが見れてしまうんですね。すると、これがですね、3時間どころか、この間、8時間以上の時間があったということが、後に発覚していくことになるんですね。ということで現在ですね、この会社側が出している返却時間の主張も、どうやら嘘なんではないかと、このように言われておりまして、整合性がないとされていた元従業員の主張、実は非常に整合性のあるものだったと、このように現在言われ始めています。で、これに関しましてはですね、様々な弁護士がいろんなね、意見を出しているんですが、この方ね、以前もご紹介しました、リーガルバイツ。この女性ね、弁護士なんですが、このね、ブレックサンベネフィックスのバム、相当厳しい立場にあるんじゃないかと、このように言ってますね。というのも、やっぱりね、この CEO が、もうあることないことを喋りすぎなんですよ。でね、FOX のインタビューも受けているんですが、この中でね、マンセル氏に対して支払い分がね、不足しているというのを認めているんですね。なので、それ保証しますよ。もしあなたのコレクションが見つからないとしても、その分保証しますと。
このように言ってしまってる。つまり、過失を認めてしまってるんですね。で、会社としてはね、ベンを訴えていますが、ベンの切り口というのは、その失われたレゴを返せというのもそうなんですが、同時に警察の腐敗も描いているんですよ。そうすると、あの動画というのはね、公共性が高いと判断されるそうなんですね。と、このように、公共性が高い。さらには、過失も認めている。その全部インタビューで喋っちゃってる。で、これに加えてね、ユタ州というのは、スラップ訴訟に対して非常に厳しいんだそうですね。で、実際ね、完全にこれなんで、ベンの口を封じてるんですね。で、これがね、全部揃うことにより、このバム側がね、このレクレスベンというのが、いかに悪意を持って自分たちを攻撃しているのかというのを証明しなきゃいけなくなるんだそうです。そのハードルがめちゃくちゃ上がるそうなんですね。なので、この CEO がね、散々様々なメディアでダメージコントロールとしてね、喋りまくっておりますが、これが原因で、こちらの CEO、相当厳しい立場に立っているんじゃないかと、このように結論付けています。はい、ということで本日はですね、現在も燃えに燃えております、レゴの中古販売チェーンと YouTuber による騒動、この現状をお伝えしてまいりました。いかがだったでしょうか。現在ですね、こちらね、トリビューンでも報じられているんですが、今回ね、この舞台となっている町の住人たちですね、ここの市議会で、住民はですね、なんとこのレクレスベンの支持を表明しています。つまり、警察の行動があまりにもおかしいということで、この調査を求めたんですね。なんですが、市民がね、これを求めているにもかかわらず、市はこれを無視しているという状況。このあたりを見てもね、今回のこの件、かなりね、闇が深いような気はしてしまうんですが、やっぱりね、このあたりの公共性の高さというのが評価されれば、ベンにもね、希望が見えてくるのかなというような感じですね。で、現在ですね、こちらの CEO になりますが、ネットではね、もう様々な調査が進んでおりまして、ここね、リーガルマインというコンサル会社なんですが、先ほどの CEO がね、ここにいるんですね。で、もともとこの会社というのは、ここ右下にいます、ダニエル・マクネフ、お父さんのものだったんですね。で、これね、訴訟を起こしまして、すごいでしょ。実の父親に対して経営権をめぐって訴訟を起こしまして、200万ドル請求してるんですね。で、これね、後に和解に至ったと言われていますが、この時の資金がレゴの事業に流れているという話まで出ています。で、このね、右下見ていきますと、こうですね、さっきのマッシュ・マクネフ、兄ちゃんもいるんですよ。これスクショじゃないですよ。インターネットアーカイブでね、アーカイブされておりまして、さらにはね、ここにいる人物。これも同じくアーカイブされているんですが、これね、また別の会社です。で、その下を見ていきますと、この会社の共同オーナーとして、ここね、ジョシュア・ジョンソン。ちょっとね、画像の方は切れてしまっておりますが、新オーナーのジョシュアですよ。なぜかね、警察が彼の言いなりになってしまうという、あの人です。つまり、この CEO と、店を乗っ取った新オーナーたち、複数の会社を通して、様々なつながりを持っているというのが現在発覚しておりまして、で、ここにね、出てきたこの彼に至ってはですね、リンクドインの経歴がね、2016年から2022年まで、全部削除されてしまっているようなんですが、現在ですね、元 FBI だという話も出ています。ということで、まだまだ謎の多いこの一件ですが、もしかしたら今後またね、新たな真実が発覚して、様々な点が全て繋がっていく日が来るのかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。